おはようございます。なごみけです。このスタイル、久々になりましたが、例の皿洗い自己啓発 Vlog になります。このシリーズは僕がなぜか皿洗いをしながら、普段表ではあんまり喋らないようなことを喋るような、シリーズになっております。普段もそうでありますが、いつも以上に皆さんからのコメントをお待ちしておりますし、本当に皿洗いしてるだけなので、ぜひラジオ、ポッドキャスト感覚で聞いていただけると嬉しいです。今回のテーマは、おそらく動画のタイトルにもしているんですが、会社員を辞めて1ヶ月しての感想みたいなところですね。YouTube 上ではちゃんと報告していなかったんですが、先月末、3月末をもって新卒で入社した会社を、退職しました。勤めた期間で言うと、2年間ですね。で、この辞めたことについて詳細は概要欄に、ノートのリンクを貼っているので、ぜひそちらから文章を読んでいただければというふうに思います。ざっくりと辞めた理由について話すとですね、そもそも僕は人材系の会社に就職していて、そこで企画職、プロジェクトマネージャーとか、あとデザイナーですね。そういった形で、仕事をしておりました。だったんですが、やっぱり僕の中で自分の好きなものにちゃんと関わりたいなというふうに、思ったというか、覚悟が決まったですかね。ところが大きかったですね。で、その好きなものが何なのかというと、一つは、こういったチャンネルでも発信しているようなものですよね。ライフスタイル系というか、リアルなものづくりというか、デジタルサービスではなくて、フィジカルなものに関わりたいなっていうのは、そっちの方向で行きたいっていうような、覚悟が決まった感じですかね。もう一つがクリエイティブ周りとか、ユーザーとのコミュニケーション周りみたいなところですね。前職でもデザインっていうのはやってたんですけど、そういったウェブデザインに限らず、広くもっとクリエイティブ周りとか、そういったところにもう少しトータルで関われるようになりたいなっていうのが、やりたいこと、大きく分けて2つになります。そういうことを考えて転職活動みたいなのもしたりもしてたんですけど、一旦一泊置いて、今の自分を見つめ直すみたいな機会を作ってもいいのかなというふうに思って、すぐに転職はせずにフリーを挟んだというような形になります。なので、独立しましたとか、これからは好きなことで一人で生きてきますとかとはちょっとスタンスが違うんですよね。ノートの方でも自由研究機関なんて銘打ってたりもするので、どっちかっていうとやりたいことの解像度を上げようだとか、そのやりたいことに向けて一旦一人でやってみることで、自分の実力とか現状を知ろうみたいなところですかね。で、そのフリーランスになりまして1ヶ月ということなんですが、その1ヶ月間で何をやったのかっていう点についてお話ししようと思います。僕の場合は会社員の時にもやっていたことが継続する形ではあるんですが、一つはこの YouTube ですよね。ただお気づきの方も多いと思うんですが、全然更新頻度が上がってないんですよ。5月以降はもっと動画を作りたいなと。やっぱね、そのために会社を辞めたってところは結構あるので、5月以降は更新頻度をもう少し上げられるように頑張りたいと思います。で、もう一つが、引き続きかかっているプレダクツというデスクブランドですね。僕も使っている、スタンディングデスク、ワークデスクなんですけど、そのブランドの動画周りに関わらせていただいております。YouTube、僕の場合は一人なので、人とのつながり、人との仕事っていう点では、このプレダクツがかなりメインのコミュニケーションの場所になってます。で、これは引き続きなんですが、そのつながりもあって結構がっつり関わることになったのが、トバログペーパーというイベントのお手伝いですね。YouTube 鳥羽さんの、リアルイベントというか、本を出版されるので、それのポップアップストアをやりますというところで、イベントスペースの搬入搬出とか、あと現地のスタッフはついた。あとスタッフとしてもほぼほぼ毎日立っておりました。イベントとしてもとても良かったですし、いろんな方と交流できた、おしゃべりできたっていうのもすごく個人的に嬉しかったです。何より僕は会社を辞めてすぐこのイベントの手伝いに参加したっていうところが結構大きかったですね。フリーランスとしての仕事のリズムとかスタンスを作る上ではすごくいいタイミングでした。で、あともう一つ仕事ではないんですけど、台湾旅行にも行ってまいりました。この会社員ではないうちにやっておきたいことの一つが海外旅行なんですね。やっぱ時間がないとできないので、手始めに前々から行きたかった台湾に行ったという感じですね。もうひたすら気になってたお店に行ってはご飯を食べ、雑誌を買いみたいな感じでしたね。ぜひVlog も直近で載せようと思っているので、詳しくはそちらをご覧いただければと思います。YouTube プレダクツトバログイベント、
台湾旅行、いろいろ詰め込んだ結果、もう本当にこの1ヶ月はここ数年で一番長く感じました。フリーランスになってもう1ヶ月半ぐらい、まだ3週間だったみたいな。会社員になるとこうルーティン的な側面が増えるので、同じことをずっとしているように感じて記憶が蓄積しない結果、月日が一瞬で流れるようになるみたいなのをこう聞いたことがあったんですが、それをフリーになって痛感したっていう感じですね。毎週やってること違うみたいな感じなので、もう記憶がもうたまりにたまりまくって、まだ1ヶ月しか経ってなかったんだっていうのがもう本当に率直な感想です。そんな感じでこの1ヶ月間を過ごしていました。フリーになって当然いろいろと状況変わるので、結構ね意識していたことっていうのもあるんです。一つは言語化です。これ前々からやってたんですが、振り返りをもうちゃんとコンスタントにやるっていうのを、決めました。ケプトっていうのは Keep Problem Tryの、頭文字を取って KPT、ケプトっていうんですけど、要は1週間を振り返って、維持したいことで、問題があったこと、あと次やること、これらをこう分けて振り返ることで、ここから先をより有意義にしましょうみたいな振り返り法ですよね。で、僕はこの型を自分がやりやすいように少しいじりまして、ケプトに近いことをやりました。で、それに使っているのが、前々から紹介しているようなスクリンタルというアプリですね。これ本当に言語化のツールとしてめちゃくちゃ便利なんですよ。今回の動画も、そのスクリンタルさんの提供で制作しております。こういったケプトにおいてスクリンタルが使いやすい理由が、そのスクリンタルの特徴である自由度と蓄積性の高さになります。メインはこういったフリースタイルのボードになるんですが、ここにどんな形でもテキストとかカードを配置して矢印でつないだりすることができます。これによってかなり直感的に頭の中をまとめることができるんですね。ただこういったフリースタイルのアプリってどうしてもバーッと広げて散らかしてしまって頭の整理が単発的になりがちなんですが、そこにスクリンタルは蓄積性の高さがあって、使いやすいアプリに仕上がっています。単なるカードではなくてがっつりドキュメントボックスみたいなところに本格的な文章を書いていったりだとか、あとボード、カード、タグなどから過去に書いたものを引っ張り出して見直したり、あとボードの中を本当に自由に行き来しながら過去に自分が書いたものを比較したりみたいなね、あと AI でささっとまとめるみたいなこともやってくれるので、これによってスピーディーに先週の内容を確認して、来週に活かせるというような使い方もできます。この振り返りの重要性に気づきつつ、そのシステムを1週間でささっと作れたっていうのは結構僕はやってよかったなというふうに思ってます。で、このスクリンタル有料アプリではあるんですが、2週間の無料トライアルが使える上、このチャンネル限定での50% オフクーポン、半額クーポンもついていて、期間限定でこのクーポン価格を適用できるようになっています。もし興味がある方はぜひ概要欄の方から、チェック、あと登録とかね、してみていただければというふうに思います。とにもかくにも振り返りって会社員の時はなんとなくやってたんですけど、自分で重要性を肌で感じられたっていうのも良かったですね。そして意識していたこと2つ目は、意識的に自分の殻を破れるようにしたというところです。これも会社辞めて 1,2 週間で感じたんですけど、本当に自分の感覚が凝り固まってるかもっていうふうに思ったんですよ。会社員の時には勉強の機会があったりだとか、業務は基本的に与えられてくるので、それに取り組むために自分でちょっと勉強したりインプットしたりみたいなのをやってたんですけど、これって外からの理由というか外圧みたいなのがあったことで、自分の殻とか固定観念を壊すきっかけになってくれていたんですよ。一方で会社辞めると、もう今の自分に適した仕事と今の自分ができることしかできないわけですよね。もう本当に分かりやすく自分の頭の使い方とか知識経験みたいなのが狭まって凝り固まっていくんですよね。どんどん内向きになっていく感じで、これがね怖かったですね。好きなことで生きていくじゃなくて、放っておくと多分好きなことしかできなくなるになってくるなっていうふうに思ったんです。これは24歳の自分にはあまりにも未来のない話でしたね。なので僕の場合は別に今仕事としてはやってないんだけど、前の会社でいろいろ勉強していたデザイン周りの本をちゃんと読んでみたりだとか、あといろんな人に会ったり、会社員の友達に会ったりとか、放っといてもある程度なんとなくうまくいく会社員
員とはやっぱり状況が全然違うことをすごく悟りました。そして意識していたこと3つ目が、絶対に生活リズムを崩さないということです。会社員の時からできるだけ時間感覚というかライフサイクルみたいなのを変えないというところですね。会社にいた時も今も、だいたい5時6時くらいに起きて、遅くとも7時ぐらいですねに起きて、そこからもうまず起き抜けでジムに行って、でカフェに行ってぬるっと仕事が始まるみたいな、そのスタイルをもうずっと続けています。別に誰も来らないし、誰も見てないし、別に働いたっていいし働かなくたっていい状況にいてしまってるんですよね。だからもうこういった時間の使い方は、この現状を維持するっていうのはすごく気をつけています。とはいえ、この1ヶ月だけでもちょっと危うくなったっていうのは正直なところですね。それこそ台湾旅行に行った時にどうしても時間感覚ずれますよね、旅行なので。で、そこから日本に戻ってきて、じゃあ仕事に戻るんですが、会社にいたらもうどうせ明日また朝9時から仕事始めなきゃいけないっていう風に決まってるから、もう無理やり起きて、仕事しんどいみたいな始まり方をすると思うんですが、フリーならそんなこと考えなくていいんですよね。誰も怒らないわけですよ。ここがすごい怖かった。こういったちょっとしたイレギュラーがあった時に取り戻すためのきっかけを自分で作らないといけないっていうのはなかなかに大変ですね。本当に理由をどれだけ自分の中だけで作れるかっていう勝負なんだと気づきました。そして意識したこと4つ目が、休んだ分は働く、働いた分は休むということですね。で、何を言ってるんだというふうに思われるかもしれないんですけど、これは小島雄一郎さんという方がノートでいろいろと書いていたことを、自分の肌でも実感したなというところになります。会社員の時って休みって会社から与えられるものだったわけです。これって逆に言うと仕事をする日を決められてるっていうことなんですが、フリーになると仕事をする日が決められてるんじゃなくて、仕事の量とかタスクの量が決められてるんですよね。つまり誰も休みをくれないんですよ。本当に休んでるのか働いてるのか自分でもよくわかんないみたいな時間がちょっと生まれちゃったんですよね。気づいたらずっとサボってる。でも気づいたらずっと仕事してる。なんだこれ。これに対する解決策ってもう2つしかなくて、もう本当に休むことっていうのをベースに、たまにちょっと頑張って仕事をするっていう感覚になるか、それとももう働きまくるっていうのをベースにたまに頑張って休みを作る、この2つしかないんです。で、僕の場合は後者がいいなというふうには思いましたね。4月はどっちかっていうと仕事してるように見えてサボってるみたいな時間が結構多かったように思います。そんなことを1ヶ月間でいろいろと意識しておりました。その結果本当にいろんなことを学んだ。1ヶ月とは思えないくらいいろんなことを学んだんですけど、その学びについてお話ししていくと、1つ目はですね、責任の重さです。一つのミスが自分の命に直結するということをすごく感じました。会社にいた時も、ちょくちょくミスはしてしまったんですが、その時に、今のタイミングで痛い目見といてよかったねとか、次は気をつけてねみたいなことを声かけていただくことがほとんどだったんですけど、次なんてないんですよ。フリーランスに次はないし、次がある保証はないんですよね。ミスをしたら次の仕事が来なくなるだけなんですよ。もうこれってね、首というか、命に関わりますよね。これまでももちろん自分の YouTube は自分の責任でやってるつもりだったんですけど、やっぱり YouTube 普段見ていただいている方ってものすごく優しいので、ここ間違ってますよとか、ここ良くないですよみたいなところをコメントで教えてくれて、次回以降は気をつけますで、結局終わってしまってたんですよね。もう全然そんな日じゃないんですよ。本来は違うんです。ミスにはちゃんと代償があると。会社員でも僕のミスは必ず会社の経営のうちの1ダメージにはなってるはずなので、その責任みたいなものをすごく実感することができました。そして2つ目、意外と稼働時間は変わらないということですね。これはYouTube の更新頻度が上がっていないことにもつながるんですけど、会社の時間を丸々動画のために使えるようになっても体力が持つとは限らないんですね。1日単純に8時間増えたはずなのに8時間分動けていないということをちょっと反省しました。これは多分そういうクリエイティブに対する体力みたいなところがあると思うので、直近の課題だなと思いましたね。体力というか、頭使う持久力というか、そこを鍛えるのが、このフリーランス期間の一個のテーマにもなった気がします。そして3つ目、これも YouTube の更新頻度と関わるんですが、質と量はどっちも大事ということですね。質を上げるためには時間が必要っていうのは確かにそうなんですけど、
でもそれって量を減らしていいことにはやっぱりならないんですよね。僕の場合は YouTube の更新頻度上げられなかったってことは、あれ何してたのってことなんですよ。作ったものはどこみたいな。質を上げてたんですなんて言い訳にしかならないんですよね。会社でやっぱり今までもなんかこうちょっとリサーチに時間かけててみたいなことをちょっと言い訳じみて言ってたことが多分ありました。それでも本当に言い訳でしかないなと。質を上げるのはいいけど、そのために量を犠牲にしていいわけではないというのはなんかこう肝に銘じるようになりました。4つ目、これはまあ普段からよく僕が喋ってることなんですが、書を捨てよ、街に出ようということですね。それこそ僕の場合はトバログさんのイベントでいろんな方に出会えたのは僕は本当に良かったなというふうに思ってます。トバさんの視聴者もそうだし、自分の視聴者の方ともお会いできて、いろんな話を聞いたりできたのも良かったし、なんかもうちょっと仕事何やってるんですみたいな人と自分の興味のある仕事についていろいろと話を伺えたっていうのも貴重な機会でした。やっぱね家にずっといちゃダメなんですよね。ただひたすら家で動画作る期間にならないように、これは本当に意識しなきゃいけないなと思いました。せっかく貴重な時間なんですから、積極的に外に出て人と会うっていうことをやっていかないとなというふうに思っています。であとですね、スクラップ&ビルドみたいなことも考えました。本当にこの1ヶ月間イレギュラー祭りだったんですけど、そのおかげで定期的に自分のルーティンから抜けることは重要だなというふうに思いました。自分の自信を壊して、でそれをもう一回拾い集めてまた作り直すっていう機会、これを繰り返すことで変なプライドが取り除かれるんですよ。こういう機会は後々会社員に戻ったとしても定期的に作りたいなというふうに思いました。でここまでの気づきでなんとなく思ったのが、会社の仕組みって結構理にかなってるんだなっていうことですね。それこそね、勤怠管理とか振り返りとか、なんか対面で会いましょうとか、自分は本当に多分会社にいた時は厄介なというか生意気な人材だったと思っていて、なんでそのルールがあるのって全部なんかわからないで、いいから黙ってやれって言われるのが本当に苦手だったんですよ。これは全然誇ることじゃないし、ものすごい大きい弱みだと思っているんですが、会社にいた頃のルールにはちゃんと大前提として理由があるわけで、おこがましいんですけど、自分一人で何かやらなきゃいけないっていう責任を持ったことで、なんか経営者の視点じゃないけど、ちょっとね、気持ちがわかるような気がしました。はい、学びとしてはそんなところですね。現時点、1ヶ月の時点では、本当に1回フリーランスを挟んでよかったなというふうに思いました。それこそ当初の大目的だった YouTube と向き合う時間っていうのも、当然増えた。更新頻度は上がってないけど、トバログイベントみたいなものにも関われましたし、あと旅行に行ったりとかね、普段じゃなかなかやりにくいことができたなというふうに思ってます。この経験はもちろん今後のフリーランス期間においての基礎にもなるし、今後会社員に戻った時にもすごくね、学びになるんだろうなというふうに僕としてはすごい確信してるなというところですね。で、やっぱり人と仕事するの好きだなと思いました。多分僕がずっとフリーでいることはないなというふうに改めて思ったところですね。コミュニケーションを取りながら何か作っていく、仕事をしていくっていうのもそうだし、あといろんな種類のアウトプットがあるっていうのもいいところですよね。今の僕ってほとんど全部動画でしか吐き出していないので、それ以外にもいろんな出力の仕方があるっていうのは、会社ってものすごく恵まれてる場所だなと思います。期間限定というかね、一定の時間の、トライアル期間、チャレンジ期間みたいにしておきたいなというふうに思ったし、その期間で学べることを今後も増やしていきたいなというふうに思いました。時間を大切に使っていきたいというふうに思います。そんな感じで、この1ヶ月間のね、振り返りというか、学びについてお話をさせていただきました。それこそ僕より年上の先輩の皆さんとかからはいろいろね、厳しいお声もぜひぜひお待ちしておりますし、同い年くらいとか大学生とかそういった方からもぜひ皆さんからのコメントどしどし募集しております。このチャンネルではこんな感じではないけど、普段はもう少しライフスタイルによった動画を、理想のライフスタイルのための動画っていうのを作っているので、ぜひチャンネル登録や高評価のほどよろしくお願いします。ということで今日はこの辺で以上、なごみけでした。では。